明けましておめでとうございます。フォーカスコアグループインターンのリサです。フォーカスコアグループコンサルタントの久人です。佐渡さん、はい。クライアントの方から面接での質問で求めている答えが聞き出せない。面うんうん。接を終えてみて、もっとこういうことが聞きたかったと思うことが多いというお悩みが来ているんですが、はい。久戸さんはどうしたらいいと思いますか？なるほど。限られた面接の中で聞きたいことを聞き出すには、shut up、黙るということが大事になってきます。黙るですか？たくさん質問しないと候補者のことをよく知ることってできませんよね。実は逆なんです。今回はこのことについて3つポイントを説明します。まず1つ目、自分のしゃべる時間と相手のしゃべる時間。リサさんはどれくらいの割合だといい面接になると思いますか？半々ぐらいですかね。50% ぐらいですか。半々、なるほど。実はよく言われるのは、自分が喋る時間は 20% ぐらいで、相手が喋る時間は 80% ぐらいにするといい面接になるというふうに言われています。面接官側が 20% ってことですよね。面接官が 20% ですね。面接の中の時間枠の中で、自分の会社について説明して面接が終わってしまったみたいなパターンもあるかもしれないんですけれども、やっぱり自分が喋る時間 20% ぐらいにして、相手にできるだけ喋らせてください。私たちの中ではこれをアクティブリスナーというふうに言っています。なるべくたくさんの質問をするということが大事ですね。次はですね、どんな質問をしたらいいのかということで、質問の中に大きく Closed-ended question と Open-ended question の2つがあります。Closed-ended question は Yes か No で答えられる question。で、Open-ended question はより自分の意見が聞ける質問になっています。どちらがいい悪いっていうことはないんですけれども、使い分けができるとすごくいいと思います。例えば、その人が今までマネジメント経験があるかどうかということを確認するためには、マネジメントしたことがありますかっていうような聞き方になると思うんですけれども、どんなマネジメントをしたかっていうところを聞きたい場合には、オープンエンドクエスチョンになります。オープンエンドクエスチョンは基本的には 5W1H で始まる質問になりますので、それを意識した質問を投げかけられると、より候補者さんの思っていることだったりだとか、詳しい経験っていうのが聞けると思うので、おすすめです。で、オープンエンドクエスチョンの中のうちの社長がいつもおすすめしている質問があるんですけれども、何か例えばいい回答が返ってきたときに、もうちょっと深掘りしたいなっていうときに、What else? っていう質問があります。他には何かありますかっていう質問なんですけれども、これを聞くことによって、候補者の人ももう一つ回答を考えなければいけないので、より回答について深掘りできる質問になります。3つ目のポイントです。質問をする中で沈黙を楽しむというポイントです。さっきのオープンエンドクエスチョンをすると、沈黙が生まれます。例えば、どんなマネジメント経験をしたことがありますかっていうときに、人数であったりだとか、っていうふうに、この沈黙が耐えきれずに助け舟を出してしまうと思うんですけど、そこはぐっと我慢して、相手がどんな回答をしてくるのかっていうところも含めて、ちょっと楽しんでみましょう。佐藤さん、ありがとうございます。黙るって簡単なようで難しいですね。そうですね。面接での質問で求めている答えが出てこないっていうところの一つの原因として、やっぱり自分が喋る時間が多すぎるっていうことがあると思うので、沈黙を恐れずに自分が黙るっていうことをちょっとトライしてみるといいのかなと思います。クライアントトークシリーズ第1回目の動画はいかがでしたか？フォーカスコアではこれからも日本の外資系企業の採用に役立つ情報を発信していきます。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。弊社ではインスタグラム、ツイッター、リンクトインアカウントも運用しております。毎月メールマガジンで役立つ情報も配信しておりますので、概要欄からぜひ登録お願いします。